تصلح لك. بومبا بومبا د مازوت. شال ولا. 皆さんこんにちは、なんです。もうね、うまくいってない。今私はカサブランカに来てます。明日日本に帰国します。今日朝11時にラバトを出発してカサブランカに来て、カサブランカの空港近くのホテル Airbnb に来てメディナとモスクを回る予定だったんです。もうそれが全てうまくいってません。若干なんか悔しいっていうか、もうやるせない、この何とも言えない気持ちを押し殺して、今私の今日泊まる Airbnb の庭をぐるっと回ってます。プールですごいね、リゾートみたいな感じなの。結果的に今空港近くの Airbnb にいて、この周辺で1日過ごします。これからカフェかレストランか行ってきます。何があったかと申しますと、まず今日の朝11時に家に迎えに来ると言われました。空港までね、送迎してくれる人、そう約束しました。11時、時間経っても来ない。11時8分電話した。今起きて今家を出たと。そしてホームステイを出たのは11時半。そしたら高速道路でパンクしたってなって、高速道路降りてガソリン入れてタイヤ直して、よしやっと Airbnb に着くって思って着いたら、示された地図と実際の場所が全然違った。もう1時間そこら辺の周辺の人に聞いて、で寝坊したね男の人に助けてもらってちゃんとねお家まで送ってくれたんです。 Airbnb の情報がもう全然違って、もうね全然違って、私の予定では、こっから空港まで歩いて電車に乗って中心地まで行ってで帰ってくるっていう予定だったの。空港から離れてる。こんなすっごい分かりにくい。自分がもし出たとして戻ってこれないって思ったから、もう行かないって決めた。プラスもう現金が足りない。いい加減にしろよ自分って。私の動画をね全て見てくださって、私の動画を全て見てくださってる方は分かると思うんですよ。ねえ、いい加減にしろよって。でももう私は帰る。日本にディルハムいらない。だから下ろさない。お金足りない。結果カサブランカ観光できず日本に帰ります。空港付近に今いるので、空港付近のレストランとかでとりあえず楽しみたいと思います。最後の日なのでいい思い出で帰りたい。今日天気が最高なんだ。めっちゃ晴れてるし、なんかすごい雲が増えちゃってるんだけど、何にもないの。もうリゾートっていうかさ、その海辺近くでさ、マンションがあって、なんか平屋みたいなところ。なんとなくなんかイメージしてたモロッコって感じの場所ですわ。人がいなさすぎて一人で歩くの少し危ない気がする。送迎してくれたおじさんも、私もともと空港まで歩こうと思ってたんですよ。でも人が誰もいなさすぎるから、一人で歩いてて荷物取られたらもう終わりだから、やめなって言われてエアビーの人に送ってもらうことになりました。よくよく考えたら空港の周りってあんまり歩道ないよね。車専用みたいな道ばっかじゃない？カサブランカはスリが多いから気をつけてねってホストマザーから言われてるので、思ってたカサブランカとは違う場所ですが、一応カサブランカなのでここも安全に気をつけて楽しみます。考えるほどイライラしてきた。エアビーの人めっちゃ腹立つわ。だってさ、空港とでなんか今すごい森に入ったんだけど、大丈夫かな？誰もいない。危ない？そもそもエアビーの示されてた地図が全く違ったのよ。もともと示されてた場所だったら空港まで15分だったの、歩くの。で自分の荷物、重いけど別に15分歩くぐらい大丈夫な量だから歩こうと思ってたのね。そしたら実際全然違う場所で、空港には近いけど実際の場所は空港から45分も歩く場所だったの。車で10分ぐらいって感じなので、あとは空港から電車乗って市街地に行くつもりだったんだけど、これだともうタクシー乗るしか方法がなくて、でタクシーに乗るだけの十分なお金がないから、もう市街地に行くのやめるって決めたの。で運転してくれてた おじさんは、遠いからやめた方がいいと思うよって言ってくれて、そしたらエアビーの人が別に遠いのは問題ないでしょって、これって彼女のお金のないのが問題なんじゃないのみたいな。
話になって、はってなってさ、いや確かに現金ないですよ。で、あなたユーロとかドルで持ってないのって聞いてきて、いや持ってるけどなんであんたに渡さなあかんねんって思ったし、銀行でお金下ろせばみたいなことも言われたけどさ、いやいや明日帰るっつってんじゃんと思ってっていうね、なんか腹立った。すごい腹立たしくない？私だけ？私結構こういうの許せない。ちょっと考えます。今日はモロッコ最後の日、こんなはずじゃなかったんだけどな。1時間ぐらいフラッと歩いたらすごい気分が落ち着きました。空港の付近で過ごすのも人生初めてだから、めっちゃいい経験だなって思えた。夕方の5時で少し早めのディナーです。おしゃれ。やっぱどこもかしこもクレジットカードが使えなくてイタリアンになりました。最後の晩餐ってやつか。トマトが入ってるとはどこにも書いてなかったぞ。いただきます。もう夕日はかなり感動的だわ。ありがとう。カサブランカの Airbnb のお部屋で撮影しています。3ヶ月のモロッコ留学が終了します。明日日本に帰国します。ラバトに3ヶ月いたんですが、日本人に一人も会いませんでした。なぜこのビデオを撮るのかというと、記録として残したいなって思ったので撮影してます。あなたはモロッコっていうとどんなイメージを持ちますか？モロッコに来る前の私のイメージは古い汚い不便でした。そもそもなんで私がモロッコに行ったのかっていうと、フランス語を改善したい、インプルーブ、アメリオヘ、ごめんなさい、ちょっと出てこない言葉がごめんなさいでしたかったのと、あとは自分の人生においてなんか面白い体験をしたいなって思ったからモロッコを選びました。フランス語も上達したと思うし、面白い体験もたくさんできました。モロッコに来る前のイメージと3ヶ月モロッコで過ごした今とではだいぶイメージが違います。まず人が親切だし、思ってた以上に発展してて近代的でした。3つ目がご飯がとにかく美味しかったです。レストラン行ってもホストマザーの料理もとっても美味しかったです。来てすぐの頃は旅行に行ったら交通事故にあったり、変なおじさんに日本語で話しかけられて追いかけられたりとかして、すごい危険な怖い経験もしたんですけど、すごい怖い経験をしてもう日本に帰りたいって本気で思った。だけど時間が経つにつれて素敵な友達に出会えたり、もう語学学校の先生も大好きだし、もうホストファミリーも最高でした。正直このモロッコで過ごした3ヶ月に何の意味があるのか今の私にはまだわからないんですけど、きっと今後の私の人生に自信を与えてくれるだろうなって思っています。モロッコを選んでよかったです。ありがとうございます。よく言われますが、お家に帰るまでが遠足です。健康無事故で気をつけて帰ります。おはようございます。出国前にコーヒー飲みたいって思ったのでエアビー近くで探します。でモロッコディラハムが空港で出国審査した後使えなくて空港内がユーロになっちゃうらしいので、エアビー周辺でモロッコディラハムを使おうかなって思ってます。お札はもうユーロに変える予定なんです。この後フランスに行く予定なので、でもコインのあと10ディラハム分だけ使い切りたいと思います。10ディラハムならコーヒー1杯持ち帰りできるかなって思ってるんですけど、探します。10ディラハム見つけた。これにしよう。まだいた。1234567。空港付近だから飛行機雲がいっぱい。これにてモロッコ3ヶ月の語学留学は終了になります。今後も YouTube 上げ続けるので、ぜひよかったら見てください。また心理カウンセラーや海外留学の参考にしていただけると幸いです。ではまた、ぜひいいねとチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。